OK。 はい、それではいつもの無人島へ到着しました。暗い。はい、こんにちは。小島漁師浜優です。今日はですね、竹を切って森をね自作して、それで無人島で魚をついて遊ぼうと思います。それじゃあ竹を切りに行きます。太すぎてもダメだし、細すぎてもダメ。どれがいいかな。この子はちょっと太すぎるな。多分これぐらいがちょうどいいと思います。これ切っていきます。やっぱりこっちにしようか。こっちちょっと太いの。僕のぐらいが。最近風が強かったのか、この子は折られてますね。さあ、ナタで切れるか分かりませんが、いきます。よっしゃー。綺麗に切れた。こんな感じ。いいですね。ついでにここらも落としておくか。はい、じゃあ綺麗な棒になりました。じゃあ持って帰ります。よいしょ。じゃあ次、ニッパー使ってこういうですね、ちょっと残ったとこ綺麗に落としていきます。じゃあここからちょっと細いんで、もうここで切ります。 OK。 はい、こんな感じで、ケツの方も綺麗にします。 OK。 じゃあですね、見てもらったらちょっとわかると思うんですけど、このように曲がっております。これをねバーナーで炙ってまっすぐ矯正していきます。こうやってちょっと浮いているところを炙って曲げていきます。はい、竹がじゃあ大体まっすぐなりましたね。こうやってくるくる回してもほとんどですね、あれはないです。厳しくやればもうちょっと綺麗にできるな。ここら辺が若干浮いてるけど、これなら問題ないでしょう。ブス。はい、じゃあ次はドリルを用意していきます。これぐらいかな。で、こちらのインパクトに設置して、じゃあ次この森をですねつけていきたいと思います。でこれ穴の太さちょうどいいんじゃね。ぴったり入る。これここまで刺さると仮定した場合、穴はここか。この位置に通さないといけないのか。きつ。入った。穴の正確な位置が分からんぞ。この俺の爪先信じよう、自分の感覚を。もうちょい下ですね。穴いった。多分ここらに穴がある。じゃあ次ここの穴にネジを打ち込んでいきます。でこれでトントントンと。割れた。盛大に割れたなこれ。でニッパーで切ります。ニッパーで潰せば突っかかるかな。ちょっと実家にあるもうちょいでかいやつでいこう。今日は風だから大きいけんからゆっくり作れるぞ。母上でしたね。ちょっと暗いけど、パワー。先の方が力は強いんだな。あいた。よっしゃー、いけた。いけたけど抜けた。ネジはどこ行った。一回通ってるから通すのはたやすいだろう。よし OK。 これで通った。でこれだけじゃ当然弱いんで、まずビニールテープで滑り止めを巻いていきます。ビニテだけじゃ弱いんですよ。割れたとこぐらいからいこう。毛は割れちゃうんだよな。よし。ほらめっちゃ強い。抜けんし。でさらにこちら漁師の必須アイテム、針を使ってくくっていきます。くくり方は輪差ですね。こうやってここにまず1回転したら、手がなんかやりにくいな。通してくくっていく。でこれを何回も繰り返してしっかりと補強していきます。ずっと上に巻いていきましょう。でこれも巻きすぎたらやっぱり割れるんで、適度な力で回数巻くように巻いていきます。よいしょ。
はい、こんな感じで完成しました。見事ですね。完璧です。本当モリ突きの歴史ってめっちゃ深くてですね、古代エジプトの壁画にも船からですね、森でこうピュッてね、魚を突く様子が描かれてるぐらい歴史のあるものなんですよ。はい、じゃあ次ゴムをつけていきます。ちょっと太めのゴムを買いましたね。これちょっと長さ調節、これでいけるかな。あ、いけそういけそう。そういえばなんかアニメキャラにぐるぐる巻いて、なんかこういう人いますよね。で大概重りでこれ外したらあまりこの手は使いたくなかったが、はい、じゃあゴム取り付けていきます。まずこうしてなるべく答えてもね、ここで押さえられるように。で反対側も同じようにぐるっと巻いて、で巻いていきます。あくまで仮止めです。はい、仮止め OK。でさっきと同じ要領で抜けないように、ここをわさでぐり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 巻いていきます。はい、ちょっとめんどくさくてこう飛ばしまくったんで不格好ですけど、がっつりぎっちりできました。というわけで森の完成です。長い。ちょっと試し打ちしてみましょう。森は絶対人に向けて打ってはダメです。じゃあちょっと打ってみます。手袋履いてないと多分めっちゃ痛そうだから本番でやります。軽くやってみる。軽く。 OK、 最強だぜこれは。はい、じゃあとある日の夜になりました。無人島行って潜っていきたいと思います。でスーツは着てるんですけど、重りがないから沈まないかもしれない。半袖スーツ。じゃあこちらの手作り森を持っていきます。これがよく釣り具屋さんで売ってる従来の森なんですけど、めちゃくちゃ長いのがわかります。よろしく。はい、それではいつもの無人島へ到着しました。暗い。はい、じゃあ今から無人島へ上陸して魚突きを行うんですが、左手ライト、真ん中これで右手が森なんで、息継ぎがこうやってしないといけないんです。すごい大変ですが頑張っていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。それにしても今日はサヨリがめっちゃ湧いてますね。サヨリはライト照らすと一気に散って逃げます。面白いですね。ちなみにライトで魚を集める行為は禁止です。はい、それでは夜の真っ暗な海の中、魚を探していきましょう。夜の海は大変危険でして、その理由がこちらのダツというお魚にあるんですけど、ダツは光に反応する性質があって、夜に光を水平に当てているとダツが光方向にビューンと飛んできて最悪死ぬケースもありますので、光は常に下の方に向けておく必要があります。それじゃあ気をつけながら漁に戻っていきます。1匹目ヒットですね。こちら黒い墨を吐いてますがアオリイカです。イカはですね、墨とか、タコもそうなんですけど、天敵から逃げるときに墨を吐いて目くらましします。で2匹目もヒット。こちらはオキソメバル、黒メバルです。やっぱりね、夜はこう岩陰で寝てるんでつきやすいですね。見事にヒットです。さあ3匹目も狙っていきましょう。頭上から、探していきます。何か見つけました。こちらヒット。さあ3匹目は海タナゴですね。タナゴです。多分海の方にいるタナゴは海タナゴだと思います。確証はないですが、その後も探していきましょう。ただ口に GoPro を加えてるんでめちゃくちゃ息継ぎがしんどかったです。岩の隙間を狙ってヒット。さあ4匹目何か、こちらアイナメですね。僕らはアブラメとかって言います。で次も岩の隙間を探してヒット。こちらはカサゴかな。でその後も探しましたが疲れましたはい、じゃあ帰ってきました。もうめっちゃ痛いクラゲに刺されてめちゃくちゃ痛かったです。あとシュノーケルないからやっぱめっちゃきつかった。で取れたものがこちらです。あんまりにもきつかったんで30分ほどしか潜ってないんですけど、いいんじゃないでしょうか。アイナメメバル、クロダイ、アオリイカとタナゴです。こんな感じ。とりあえず今日は帰ってもう半袖のスーツとかじゃなくて長袖のスーツとか買って再挑戦したいと思います。はい、
、それでは別日なんですが、いつもの無人島にやってきました。やっぱ夜だとね、どうしてもカメラとライトの関係でめちゃくちゃ見にくいんで、昼に潜りに来ました。ただ昼はですね、魚が夜と違って寝てなくて活発なので、つくのがねめちゃくちゃ難しいんですけど、頑張ってついていきたいと思います。で、今こちらの世界では10月なんですが、10月ってすんごい肌寒いプラス天気も太陽が出てなく、めちゃくちゃ曇天です。じゃあ早速準備していきます。この間口に GoPro 加えてたら死ぬほどねしんどかったんで、今日は頭につけます。それからメガネと足入れでいきます。当然こちらのめちゃくそ長いやつも持って、いざ出陣。一応丘からエントリーしないといけないルールなんで丘に来ました。スタートです。じゃあ無人島ですが、丘からエントリーしていきましょう。GoPro の調子が悪くてタイムプラス撮影となっていますが、ご了承ください。で、なんで丘からエントリーするかっていうと、香川県では一応丘からエントリーしないといけないという決まりがありますので、丘からエントリーして魚を探していきましょう。さあ、ちょっと深いところに来たらかなり濁ってるのが分かります。視界は悪いのですが、何かを見つけたようです。深く潜って狙いを定めてヒット。残念ながら外してしまいました。めげずにもう一回やってみるんですが、岩垣に刺さってしまって森も少し曲がってしまいました。諦めずにもう一度岩の奥に潜んだものをヒット。さあ次はどうか。おっと、うまく刺さっております。こちら金メバルですね。なんとかゲットしました。脳天締めです。やっぱりね、昼は難しいです。なんで昼がむずいかっていうと、やっぱね、昼は起きてるから動きがめちゃくちゃ早いんですよ。その反面夜は寝てるんで、非常にね盛り付きもつきやすいです。そんな感じ。さあ次、岩の間に何かを発見しました。岩の間ゆっくりと迫っていって、右に逃げたのを追っかけヒット。さあ何が出てくるのか。岩の隙間から出てくる、すごいものが出てきますよ。さあ岩の隙間から出てきたのはこちらタケノコメバルですね。タケノコの時期に美味しいから、タケノコメバルというメバルです。若干ね普通のメバルよりは癖がありますが、非常に瀬戸内海では高級魚でいいお魚です。さあこの調子でどんどんついていきたいところです。しかし探せど探せど、やっぱ昼の魚は難しく、なかなかつくことができません。タケノコメバルを左手に持って、タイムプラスになってますが、一生懸命探しておきます。もうねひたすら上に浮上して下に探して、魚を探す繰り返しです。さあスローになって奥の方に何やら魚影が見えます。ヒット。マサルさんみたいにうまくしゃべれませんが、うまくね魚をつくことができました。こちら黒メバルですね。黒メバルはですね、もうカサゴと違って、カサゴは結構底の方に居座ってることが多いんですけど、黒メバルはよく泳いでるんでつくのが難しいんですけど、自分なりによくつけたなと思います。それで次もうまくつけました。でメバル類はですね、この剣に若干の毒があって、刺されると若干腫れるのでお気をつけください。昼の魚早いけどつけてよかったです。で取れたものがこちら。いやいいですね。タケノコメバルにいい黒メバルが2つと金メバルが1つですね。やっぱ10月は水温は高いんですけど、水から出たらめちゃくちゃ寒いですね。なんかないかな。こんなところにいい服があるじゃないか。というわけで今回ご紹介するのは、シリーズ累計販売枚数250万枚、特許取得の防風糖質インナーブリーズテックス。秋から冬にかけて30秒に1枚売れている大ヒット商品。アウターの前を閉めなくても寒くないそう。ほんまか？早速着てみよう。それじゃあ早速着ていきます。はい、こんな感じ。着た感じはね裏起毛ですんげえあったかいし、生地の感じが僕の好きな感じ。臭くならないタイプ。はい、じゃあ温まったところで早速調理していきます。でも今回は鱗だけ取って油で揚げます。一応僕もね浜口優さんの黄金伝説めっちゃ見てた世代なんで、それを今日はやりたいと思います。油へポーンですね。で内臓も取ります。よいしょ。でお腹の中こんな感じ。うまそうな生肝ですね。これは食べるしかない。いただきます。
甘くてうまい。めちゃくちゃ甘いです。でたけのこ、こんな感じで、あとの2匹のメバルもやって、はい、というわけで4匹洗いましたら、じゃあコンロ用意して中華鍋をセット、着火で油入れていきます。蓋が開けてなかった。で本当は無人島の木を燃やしたかったんですけど、昨日めちゃくちゃ雨が降ってめっちゃ木が濡れてるんで、ガスコンロでいきます。で油の後処理が大変なんで入れすぎないぐらいでやっていきましょう。これで温めます。よし、それじゃあまずこのタケノコメバルからやっていきます。いきます。それーそんな跳ねない。で金メバルも投入。おお、いい匂い。やっぱりね、油で揚げると美味しいのは油高火力だから、表面の水分がねバッと飛んで、その表面のタンパク質がギュッとなって旨味を中に閉じ込めるからジューシーになるんですね。だから油は最高です。最強です。で新鮮な魚は身が縮こまるから、もうめちゃくちゃねこう縮こまります。あとこうやって身がこう分裂する、裂ける。はい、じゃあうまそうに揚がってきたんで揚げていきます。よいしょ。うわうまそう。でメバルと、はい、完成しました。メバルの素揚げで、これだけだとちょっと味気ないんで飾りを探しましょう。これは毒のない大丈夫な葉っぱなのか。これがいい。このよくわからない葉っぱを取ってここに飾り付け。はい、完成。お腹すいた。潜るとめっちゃ腹減ります。はい、それではいただきます。ちょっと味気ないんで塩かけます。塩振ってこいつをかぶりつきます。取れたて新鮮でホクホクの身がめちゃくちゃ美味しいです。ただの素揚げなんですけど、ほんと中もジューシーでめっちゃうまい。ただ若干磯臭いね、たけのこさん。でも味はめちゃくちゃうまいです。じゃあ次金メバル。うわ、背骨までいける。うまっ。マジでここ余裕でいけます。ほら尻尾もいけるんちゃうかな。全部いけた。うまっ。やっぱ普通のメバルの方が癖がなくて僕は好きですね。素揚げ塩だけでめちゃくちゃ美味しい。はい、それじゃああとはゆるりと、そしてお腹空いてるんでペロリといただきたいと思います。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。自分で森を作ってその森で魚をつくっていうね、作るとこからしてもうめちゃくちゃ面白かったです。ただ危険なんで安易に挑戦っていうよりはしっかりね勉強してからやってみてください。それから今日ご紹介した服なんですけど、概要欄に詳細が載っておりますのでよろしくお願いいたします。それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。本当にあったかいよこれ。僕忖度しないから。